大野くんの中での嵐最後の楽曲っていう気持ちがですね、ものすごくフレーズに込められてるんじゃないかなっていうふうに思います。めっちゃ感動してしまいましたボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、嵐大野聡デビューから現在歌声進化分析動画、こちらをですねお送りしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回の動画はですね、デビュー期、中期、そして活動休止前で現在というふうにですね、大きく分けて4つの時代の大野くんの歌声をピックアップしたので、それをもとにですね分析、そして解説していきたいと思いますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、嵐大野聡歌声進化分析GO!声が若々しいですねそりゃそうですよね。27年前ですから。でデビュー当時の大野くんの歌声なんですけど、鼻の音色が中心っていう感じの歌声かな。歌では代表的な3つの声を響かせるポイントがあります。肺の中と口の中と鼻の中、それぞれ胸腔共鳴、口腔共鳴、鼻腔共鳴っていう名前がついてるんですけど、デビュー当時の大野くんはですね、先ほども言ったように鼻腔共鳴の音色がメインなんですよね。で鼻腔共鳴ってどういう役割を持ってるかっていうと、声にですね艶っぽさを乗せるポイントです。カラオケとかで人の歌を聴いて、あ、この声いいとか、あ、この人歌うまいって思うような音色を作り出すポイントですね。で現在の大野くんの歌声と比べると、一つ一つの音をですねつなげるような感じで歌ってるかな。全体的にふわっとした雰囲気がするというか、もう一回聞いてみましょう。で時代的なものだと思うんですけど、ここのポイントはですね、ダブルっていう手法が使われてます。これ何かっていうと、大野くんの歌のメロディーをですね2回取って、その2つとも同時再生させるんですよね。そうすると透明感があるような歌声に仕上がってくるんですよ。この時代でダブルをよく使っていたアーティストは Mr.Children とか相川七瀬さんとかですかね。使用頻度で言ったら相川七瀬さんものすごくダブルを使ったポイント多かったです。これは歌のテクニックっていうよりもレコーディング後のアレンジの話なんですけど、ものすごくダブルが流行っていた時代です。一回ここで止めますね。鼻に声を入れているんだけど、言葉一つ一つをはっきりと歌おうとしているような雰囲気がしますね。言葉がものすごく聞き取りやすいですよね。デビュー当時にもかかわらず、ものすごく細かいところまで考えて歌ってると思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。多分口ものすごく大きく開けてレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに思います。歌の基礎的なところをものすごく大切に歌ってるというか、さすがですよね。大きな翼を広げようっていうところでスタッカートを軽く入れてリズム感を出してますよね。いやデビュー当時から多彩ですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらね、音切って歌ってますよね。そうそう、スタッカートって音を切るテクニックのことを言うんですけど、音を切ることによって躍動感が生まれてくるんですよね。ここで作られた躍動感が次のサビにつなげるっていう、こう流れを作ってるっていう感じだと思います。この頃からものすごく真面目だったんだなっていうのが歌声から伝わってきますね。さあ次はですね、2004年にリリースされたピカンチダブル、こちらの大野くんパート抜粋したので分析していきたいと思います。デビューから約5年が経った歌声、どのように進化しているのでしょうか。うわ、やばくない
ものすごく進化してますよね。声のパワー感がすごいというか、もう声の存在感がものすごく大きくなってますよね。この5年で一体何があったんでしょうかっていうふうにね、思っちゃうぐらい別人の歌声ですよね。これ決定的に何が変わったかっていうと、デビュー当時の歌声よりもさらに歌の基礎力がですね、レベルアップしてます。すでに歌声分析動画を公開した5で触れていたり、他の楽曲でもこの部分触れてるんですけど、歌の基礎力っていうのは腹式呼吸っていう呼吸法なんですよね。この呼吸法を上達させるだけで歌声ってものすごくレベルアップするんですよ。だから僕が推測するに、この5年間でデビュー前よりもさらに歌の基礎トレーニングを積んだんじゃないかなっていうふうに思います。もうね、腹筋と背筋の使い方が段違いなんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。言葉の発音の仕方も強いので、ものすごく前に突っ込んでいくかっこいい雰囲気が出てるじゃないですか。こういったテクニックのバリエーションも増えていますよね。いやー、素晴らしいですね。で、声の音色バランスがですね、デビュー当時は鼻中心だったのに対して、そこに胸腔共鳴の音色がプラスされてきています。胸腔共鳴ってどういう役割かっていうと、声質の太さのコントロールだったり、声の音圧、パワー感ですね。この辺のコントロールができるポイントなんですよ。だから歌声のコントロール力もですね、格段にレベルアップしてます。素晴らしすぎますね。じゃあ続いてはさらに4年後、2008年8月20日にリリースされたトゥルース。こちらの大野くんパート聞いていきましょう。素晴らしいですね。歌の安定感やばくないですか？またもやものすごく進化してますよね。先ほど言った基礎力がですね、さらにレベルアップして、なおかつ体の使い方もですね、ものすごくレベルアップしてますよね。2004年の大野くんの歌声はですね、基礎をトレーニングして意識をして歌ってるっていう感じだったんですけど、今聞いた大野くんの歌声はですね、意識しなくても無意識でできているっていうところに到達しているんですよね。無意識でできるってどういうことかっていうと、ご飯を食べるときに右手で箸を持って左手で茶碗を持つ。このレベルの無意識っていうことなんですよ。何も意識しなくてもそれが自然とできてしまうっていう領域にですね、到達していますね。だからこそ生まれるこの歌声の安定感、聞いていてホッとするじゃないですか。いやー、凄まじい成長スピードですね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。で、ここで使ってる声の音色はですね、やっぱり鼻はキープしているんですけど、胸腔共鳴の音色はあまり使ってないんですよね。その代わりどこを使ってるかっていうと、口の中の口腔共鳴になります。口腔共鳴はどういう役割かっていうと、言葉の輪郭をクリアにするとか、あとはですね、歌声に喜怒哀楽の感情を乗せる。この辺のコントロールをするポイントです。歌詞がものすごくはっきりと聞き取りやすいですよね。で、口を大きく開けすぎてしまうと、言葉の発音がですね、わざとらしくなりやすいんですけど、ものすごくナチュラルに聞こえるじゃないですか。大野くんはですね、絶妙な口の大きさをですね、おそらく探し出して歌ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。口の大きさによってもだいぶ声のトーンって変わってきますし、開けすぎるとこういうふうに明るい声になってしまうんですよ。だから多分あまり口は開けていないんですけど、口の中を開いてんのかな、ラララみたいな。普通に口をあまり開かずに口の中も小さくしてしまうと、ララララララっていう風にこう一歩後ろに引いたような詰まった感じの声質になっちゃうんですよね。でも口の中を開けてあげると、ララララララ、声の通りがよく聞こえますよね。多分ね、こういう細かいテクニックを使ってると思うんですよね。顔の表情筋を使ってこのクールな雰囲気で、口の中の空間を使って歌詞をはっきりと表現する音色作りだったり、
通りのいい声を作り出す。さらっと歌ってるようで、ほんと細かいところまで徹底して作り込んでるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。めちゃくちゃ低い音域なんですけど、全然苦しそうに聞こえないじゃないですか。ここどういうテクニック使ってるかっていうと、音域が下がれば下がるほど鼻に入れる声の量を増やしているんですよね。そうすることによって低音域でも苦しくなく歌うことができますし、声もですね、ものすごくクリアに聞こえるんですよ。あとさっき言いそびれたんですけど、2008年の大野くんの最大の進化は、リラックスした状態で必要最低限のポイントだけ力を入れて歌うことができているっていうところですね。だから体の力が抜けているからこの声が表現できているっていうところもあります。もう一回聞いてみましょう。ほら、やばいね。すごいなあ、もうほんと努力の賜物ですよね。やっぱりね、基礎トレーニングってつまらないんですよね。僕がね、こんなこと言っちゃ良くないとは思うんですけど、ボイトレやったことある人わかると思うんですけど、ボイストレーニングってなんか味気ないというかね。それだったら好きな歌を歌っていたいっていうふうに僕は思っちゃうタイプなんですけど、でもその地味なトレーニングをですね、相当やってると思うんですよ、大野くん。やっぱりファンの皆さんに喜んでほしいっていう気持ちの表れなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そう思ったらね、僕ね、感動してきました。い。この中音域ぐらいになって、先ほど言ったことが正しかったんだなっていうふうに確信に変わったんですけど、喉の奥の空間をですね、ちょっと広げてるんですよね。みたいな。これ僕今やりすぎですけど、だから口の中の空間の使い方がですね、恐ろしいほどレベルアップしてますよね。その体の使い方で歌うとどうなるかっていうと、口の中から喉の空間が広がるので、胸腔共鳴の音色が増えるんですよね。だから声が太く聞こえてくるっていうところにつながってきます。そして最初のロングトーン、さすがですよね。なんか最近大野くんって言ったらロングトーンが代名詞なんじゃないかなっていうふうに思うようになってきました。もう一回聞いてみましょう。ほら、この辺とか。今の後半のところとか、一気にぐっと声が太くなりましたよね。ここで喉の空間を広げているんですよ。いやー、すごいね。2008年で大野くんの歌声覚醒っていう感じがします。表現力の幅がですね、ものすごく広がってるし、使っているテクニックの幅もものすごく広がってますね。で、この低音の部分で、その前のフレーズのですね、喉の形をキープしたまま歌ってるんですよね。ただこの低い音域でそれをそのままやってしまうと声がもわっと重い感じになってしまうので、そこで大野くんはですね、先ほど皆さんにご紹介した鼻に声を送るっていうテクニックもですね、同時に使っています。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。音域によって大野くんの一番いい音色っていうのを把握してるんでしょうね。中音域は喉を広げて歌った方が一番いい声を表現できるとか、で低音部分は鼻にこのぐらいの声を入れると大野くんの歌声の魅力を 100% 表現できるとか、そういうふうに自分の声をよく知っていないとこの表現できないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。研究熱心なんだろうなっていうふうに思います。いいね。この前半がいい意味でふわっと軽い感じで歌って、で後半がキリッと引き締まったような表現に変えるっていう、この流れ最高ですよね。前半と後半で光と闇を表現してるかのような歌い方かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。
なんかそんな感じしません？ロングトーンのところは本当にキラキラしたような歌声なんですけど、後半のフレーズは声が一気にたくましくなって気持ちが引き締まるような歌声っていうか、こういうちょっとした変化なんですけど、こういうところに心を引きつけられるんですよね。いい、今のワンフレーズだけ抜粋したんですけどね。ここは今、もうね、ごめんなさい。次の曲出てますけど、今のワンフレーズはですね、ミュージックビデオで見た大野くんの顔の表情、そのままの状態でレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。何が言いたいかっていうと、顔をですね、思いっきり動かして歌ったんじゃないかなって思うんです。ものすごく歌声に感情が宿ってる雰囲気があるじゃないですか。多分これね、顔の表情で作った音色だと思うんですよね。顔の表情っていうのは歌声にものすごく影響を与えるんですよ。先ほど喜怒哀楽の感情を歌声に乗せる口腔共鳴っていう風に説明したんですけど、口をこうあーっていう風にこうやって動かしてあげることによって顔の表情も動くじゃないですか。この動いた表情の音色がですね、歌声に乗るんですよね。喉でコントロールして喜怒哀楽の感情を歌声に乗せることもまあできるっちゃできるんですけど、顔を動かして歌うことには絶対にかなわないんですよね。トゥルースの中で大野くんが一番気持ちを込めたポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。多分そうだと思いますね。ものすごく気持ちが伝わってくる。いやー、恐ろしい勢いで進化してますよね。で、次の楽曲がですね、2010年5月19日にリリースされたモンスター。こちらの大野くんパートを聴いていきましょう。さあ、先ほどまでは4年ごとに聴き比べていましたけど、ここのタイミングはですね、トゥルースリリースから2年後。さあ、楽しみですね。どうなってるんでしょうか。声のトーンの輝きがものすごく増幅してますよね。ここでまた一つ進化ポイントを僕はですね、発見したんですけど、このキラキラ成分、何かっていうと、頭を響かせた音色、ヘッドボイスっていう音色がですね、歌声に乗っています。ヘッドボイスっていうのは主に高音域で、なおかつ裏声で表現することがものすごく多いんですけど、時々地声で中音域ぐらいを歌っているんですけど、ヘッドボイスの音色を感じるボーカリストいるんですよね。ここの大野くんの歌声はまさにそれかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いい声。で、多分レコーディングの時はちょっとだけ口角を上げて歌ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。この明るい音色を感じますし、でヘッドボイスっていうのは鼻腔共鳴を強調させた時の声の発声法に似ているんですけど、ただそこから声のイメージを頭のてっぺんまで持っていくんですよね。鼻に入れるだけのイメージだとヘッドボイスの音色は出てこないんですよ。鼻に入れるイメージをそのまま上まで延長してあげるみたいな感じの声の出し方っていうかイメージ作りで歌うんですよね。だから2008年の大野くんの歌声はですね、そういった歌声についてのイメージ力がですね、ものすごくレベルアップしたんじゃないかなっていうふうに思います。いや、どんどん声が変わっていくから、もう聞いていてめちゃくちゃ楽しいし、先ほども言いましたけど、ファンのためにっていう気持ちがものすごく強いっていうことですよね。自分のためだったら多分ここまで頑張れないと思うんですよ。大野くんを応援してくれるファンの皆さんに少しでもいいものをとか、少しでも喜んでほしいとか、そういう気持ちの表れだと思うんですよね。いや、本当に素晴らしいですね。いい。で、この辺からですね、僕が嵐の歌声分析動画をしてすごいなっていうふうに思っていたところ、中音域から高音域までの声質のキープ力ですね。今聞いたところ、かなり音幅があったと思うんですけど、声質全く変わってないじゃないですか。これどういう声の出し方を使ってるかっていうと、高くなればなるほど胸に声を落とすようなイメージで歌ってるんですよね。
音域が高くなればなるほど自然な声の流れで言うと鼻腔共鳴だったりの音色が強くなるんですよね。その代わり胸腔共鳴の音色がものすごく減ってくるんですよ。結果的に声が細くなるっていうところにつながってきます。これが声の自然の流れなんですよ。で逆に音域が低くなればなるほど胸腔共鳴の音色が強くなってきて鼻腔共鳴の音色が少なくなっていく。で大野くんはですね、中音域ぐらいの声質を多分スタンダードな声質っていう風に決めているんだと思うんですよね。だから高くなればなるほど胸腔共鳴の音色を増やすことによってその中音域の声質をキープしてるっていうことなんですよ。ちょっと説明難しすぎたらごめんなさい。自然に歌うと鼻腔共鳴の音色が強くなりすぎて声がキンキンして細くなってしまうから、胸腔共鳴の太くてもわっとした低音の音色をそこに足してあげることによってその細さとキンキンした音色を中和してあげるみたいな声の出し方なんですよね。これ聞くとピンときますかね。そして相当難しいんだろうなっていうことがなんとなく想像できると思うんですけど、実際にそれをやって大野くん歌ってるんですよね。もう一回聞いてみましょうか。ほら変わらない。ほら全然声質変わらないじゃないですか。このキープ力がすごすぎますね。ここ最後モンスターウィスパーボイスを使うっていうね、この締め方がね最高ですよね。この部分収録しようかどうか迷ったんですけど、ものすごくいい歌声だったので皆さんと一緒にこの素晴らしい歌声を共有したくて今回抜粋してみました。じゃあ次はですね、一気に6年後になります。2016年10月26日リリース、Are You Happy に収録されている Miles Away。 こちら歌声分析動画の方は公開してあるんですけれども、今回は大野くんの歌声の進化した部分に注目して別な視点で分析していきたいと思います。もし Miles Away の歌声分析動画まだ見ていない方はですね、こちらのサムネイルの動画になってますので、もしよかったら見てみてください。この辺からなのかな、神レベルの歌声になったのは。力強い歌声なんですけどホッとできるような雰囲気もありますよね。ここがものすごいなっていうふうに思って、おそらくレコーディングの時はものすごい大きい声量で歌っていると思うんですよね。ただ体の力はものすごく抜けているし、使っている息の量もそこまで多くないと思うんですよ。で一般的に大きい声量を出す時っていうのはいっぱい息を使ってわーっと歌うみたいなイメージが強いと思うんですけど、歌の目線から見るとそれは一つの方法であって、しかも最善とは言えないんですよね。なぜかというと息をいっぱい使ってしまうと体に力がものすごく入ってしまうんです。結果声帯の働きを阻害してしまっていい声が出せなくなってしまうっていうところにつながってくるんですけど、じゃあ最善の方法は何なのかっていうと、最初の方に説明した胸腔、口腔、鼻腔、この3つの空間をですねまんべんなく最大限響かせてあげる、これなんですよね。これをするために一番大事なのは体の脱力なんです。ただ歌で体の力を抜いて歌うって聴いてる以上に難易度が高いんですよね。やっぱり体に力を入れて歌った方が気持ちを込めてる感じがしてくるので自然と体に力が入ってしまうんですけど、ただこの時代の大野くんはですねその辺はもう完璧にクリアしてますね。僕の中で理想的な声の出し方かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。でやっぱり音域が高いと体に力が入りやすいっていうのは皆さんもご存知だと思うんですけど、大野くんここで高い音域だけど体に力が入らないようにするための声の出し方をしているんですよね。それは何かっていうと鼻の音色を多めに使ってるんですよ。鼻に声を入れるイメージを強くすると高い音がですね出しやすくなるんですよね。声のツヤ感もアップするし、高い声を出す時に体に力が入りにくくなる。
この2つの理由からおそらくこの声をチョイスしているっていうところもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。いやー、なんか後半になるにつれてどんどん熱く語ってしまって話が長くなってますね。ごめんなさい。それだけ僕はね、今感動しています。ほらほら。音域が高いにもかかわらず喋ってるようなリラックスした雰囲気感じるじゃないですか。でも声のパワー感はものすごくありますよね。ここがすごいんですよ。正反対にあるような歌声を一つに融合させているっていうかね、水と油が溶けて混ざっているみたいな状態っていうことですよ。僕が言いたいのは本当に神秘的な歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。やばいね。ものすごくやばいですね。いやー、進化分析動画を公開しようって思わなかったら、この素晴らしい部分をですね、見落としてしまうところでしたね。危ない危ない。よかった。今回分析してみて。ここは声の勢い的にはぐっと抑えてるような感じですよね。先ほどとは打って変わって口の大きさもものすごく小さくして歌ってるかなっていうふうに思うんですよね。まさに自分の体を楽器のようにコントロールして表現して歌ってますよね。最後のフレーズをぐっと盛り上げるための一瞬トーンダウンみたいな感じだったんですね。この頃からか、音量のダイナミクスを使った表現力を使い始めたのは。ダイナミクスって何かっていうと、音量差のことです。大野くんの歌のフレーズよく聞くと結構力強いポイント、そして優しく歌ってるポイントの差が激しいっていうことに気づくと思うんですよね。ここに心が引きつけられるというか、感動してしまうというかね、本当に素敵ですよね。マイルズ・アウェイ、大野くんの最後のフレーズ、ここなんですけど、ここでまた喉を広げた歌声を表現してますよね。ここはかなり喉を広げて歌ってると思います。あくびの状態に近いぐらい喉を広げて歌ってますね。だから少しだけクラシックの雰囲気がする歌声なんですよ。ボイトレの先生はクラシック出身の方なのかな？ポップス出身の方だったらこういった発声方法をやらせないと思うんですよね。どうなんだろう。詳しい方ぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、夢のあたりであーみたいなこういう感じになってると思うんですよね。ものすごく歌声のパワー感が感じれる歌声ですよね。めちゃくちゃかっこいい声です。じゃあ次はですね、こちらも以前動画公開したんですけれども Whenever You Call、 2020年9月18日リリースの楽曲ですね。こちらもメンバー全員の歌声分析動画気になる方はですね、こちらのサムネイルの動画になってますのでぜひ見てみてください。やばいね。毎回言ってる。いやー、歌のグルーヴ感が半端ないですよね。グルーヴ感ってノリのことなんですよ。で、Whenever You Call は英詞っていうこともあって、日本語よりもバックのサウンドに乗りやすいっていう特徴もあるっちゃあるんですけど、やっぱり大野くんのリズムテクニックが光ってるんですよね。全体的にかなり強めにスタッカートも歌っていますし、で英語の子音の発音ですよね。ここもかなり強く出しています。で、強い声を使っているかって言ったらそうではないんですよね。声量もかなり抑えめで、ささやくようなイメージで歌ったんじゃないかなっていうふうに思います。それでもリズム的なところでものすごく強さを表現してるから、ささやき声みたいな感じでもうパワー感あるように聞こえるんですよね。このテクニックやばい。神を超えた神になりましたね。もう創造心みたいなね。もう一回聞いてみましょう。かっこい
いい。めちゃくちゃかっこいい。で、今気づいたんですけど、あえて喉をですね、みたいな、こう、ちょっと喉の奥の空間を潰したような口の中の形作りで歌ってるんじゃないかっていうふうに思います。ラララララララみたいな。これやりすぎですけど、これでささやき声。ララ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 。多分こういう感じで歌ってると思います。今までの大野くんの歌声とはまた違った声質ですよね。声のキャラクターが違うっていうか。いやー、この表現力どこまでいくんでしょうね。やばいです。すごいいい声。先ほどの喉の奥をこう潰したような声の表現方法から今度は逆にですね、喉の奥をグッと開けたような、口も多分大きく開いて声が広がっていく世界観をですね、表現しているポイントですよね。壮大な雰囲気がものすごく心地いいです。やっぱり表現力が化け物レベルになってますよね。もう一回聞いてみましょう。この声の響きね、やばいですよね。いやーもうね、感動して泣いちゃう。すごすぎます。もうダメだね。いやーもうね、本当にファンのためにここまで進化した姿をですね、見せ続けてるっていう大野くんの歌声にですね、僕はもう本当に涙が出る。いやー素晴らしいですね。ここのね、泣きの歌声もやばいですよね。みたいな。結構鼻使ってるんですよ。これがね、泣ける。すごいね。で、裏声にひっくり返したようなところもものすごくジーンとくるし、もう一回聞いてみましょう。ものすごくキラキラした歌声でですね、もう本当に宝箱を開けたらたくさんの星が飛び出してきたかのような魅力的な歌声ですよね。もう本当にちょっと油断するとマジで超泣いちゃう。それぐらい感動してる。今のロングトーンのところの声の音色、航空共鳴がメインなんですけど、R&B 系のボーカリスト、黒人系のボーカリストがよく使う音色の歌声なんですよね。僕がずっと憧れて練習をして、ついにはできなかった音色なんですよ。未だにどうやってこの声出してるのかっていうのは100% は理解できないんですけど、でも今の大野くんのこの、ね、喉の奥の使い方がポイントなのかなっていうふうに思いました。やっぱり喉を広げて歌うっていうことが大事なんですね。ここに来てね、勉強になるっていう。もう一回聞いてみましょう。すごい声。世界でもトップクラスの歌声ですよね、この声は。いやー、嵐の魅力を知ったのは最近ですけれども、なんか誇らしいです。僕が好きなアーティストがここまでの歌を歌っているっていうところに自慢したくてしょうがない。大野くんすげえんだぞって。毎回言ってる最近。嵐すげえんだぞってみんなに言いたいとかね。もう本当に大好きです。ここいいですよね。そう。このハイトーン。これミックスボイスなんですけど、ミックスボイスで地声と裏声の中間の声。ただでさえ難しい声なのに、このパワー感やばいですよね。いや、本当に日本を代表する歌い手だと思うし、世界でもトップクラスの歌声の持ち主だと思うんですよね。僕個人の思いとしては、もっともっとずっと大野くんの歌をですね、聴いていたいなっていうふうに思います。もう一回聴いてみましょう。もう感動しすぎて言葉が出なくなってきてしまいました。ごめんなさい。
歌声で人に感動を与えられるってものすごい才能だと思うんですよ、僕は。それを願って何万何十万何百万っていう人が歌の世界で努力をして、その中のほとんどの人が夢を叶えられずに諦めて、ほんと一握りだと思うんですよね。そのほんの一握りの中でも大野くんの歌声はもうね、トップで輝いているような感じですよね。才能ももちろんあると思うんですけど、それ以上の努力がこの歌声にたどり着いた大きな理由なのかなっていうふうに思います。今のところ喉の奥を広げた、さっき言ったクラシックっぽい音色っていうのが分かりやすいポイントですよね。で、そこに全体的に息の音を混ぜるウィスパーボイスを使って空気感をですね、たっぷりと表現して、耳元でこう優しく囁いているような表現がですね、ものすごく素敵ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。Call my name。こんな感じの音色ですよね。この優しさがたまらないですね。さあ、時間が経つのは早いもので最後の楽曲ですね。5。こちら2026年の3月4日にリリースされた楽曲です。こちらも歌声分析動画公開しております。こちらのサムネイルの動画ですね。ぜひチェックしてみてください。もう本当にね、喋るように歌ってますよ。Whenever You Call までは歌を歌うっていう感じだったのかなっていう風に今のフレーズを聞いたら思ったんですよね。もちろんものすごく上手いし、ものすごいテクニックだし、誰にも真似ができないぐらいのハイレベルな歌声だっていう風に思うんですけど、5の今の歌声はですね、ものすごく人間味あふれる歌声かなっていうふうに思うんですよ。まるで会話をしているかのような歌声。伝わりますかこれ。だから特別難しいテクニックも使っていないし、多分話している時のニュアンスをベースに置いて歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。むしろ大野くんの中ではもう歌っているっていう感覚すらないのかもしれないですね。喋っているっていう風なニュアンスでここの部分レコーディングしたのかもしれないです。もう一回聞いてみましょう。だから歌詞のメッセージ性がまず最初にズンってくるんですよね。で、言葉のストーリーがある周りを大野くんのキラキラとした歌声で包み込んでるみたいな、今までとは別次元の歌声かなっていうふうに思います。もう進化なんていう言葉では言い表せないぐらいの歌なんですよね。さっき言った本当に別次元っていう言葉が一番僕の中でピンとくる表現かなっていうふうに思うんですけど、なんか大野くんの中での嵐最後の楽曲っていう気持ちがですね、ものすごくフレーズに込められてるんじゃないかなっていうふうに思います。めっちゃ感動してしまいました。ここで一回止めますね。ごめんなさい。もうずっとなんか泣きっぱなしになってしまってる。申し訳ない。もう歌声の分析とかテクニックの解説とか、もうそういうお話をするのがすごくチープになってしまうなっていう感じの歌だと思うんですよね。先ほども言ったように、とにかく伝わるように気持ちを込めて大事に歌ってる。もうそういった雰囲気がすごく伝わってくる歌ですよね。だからさっきも言ったように Whenever You Call までの楽曲とは声の表情がですね、明らかに違うんですよね。うまく歌おうとかいい声で歌おうっていう考えが1ミリも入っていない。とにかくファンのみんなありがとうっていう気持ち、もうこの気持ちしか伝わってこないっていうか、いやこんな歌を歌える人が世の中にいるんだなっていうふうに思っちゃいましたね、僕は。最初の歌声分析動画の時はまだ嵐の音楽的な部分について詳しくなかったから、本当に技術的なところしか分析できませんでしたけど、少し嵐のことを知ることができて、もう一回聞いてみたらですね、ものすごく感動してしまいました。
この低音部分の歌声もさっきまでと明らかに違うじゃないですか。全体的に声がですね、ものすごく温かいんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。もうね、本当にずっと感動してる。やばいですね。こんなに感動したの初めてかもしれない。ここね、やばいなって思ってたんですよ。落ちサビね。絶対感動するって思ってて、案の定ですよね。なんか歌詞の内容と今の嵐の現状、なんかそこがすごくマッチする楽曲じゃないですか、5って。で、大野くんのこの優しい歌声ですよね。この組み合わせで泣かないわけがないんですよ。で、今回分析をして、分析するとね、やっぱり歌のテクニックだけじゃなくて、こういう気持ちで歌ってんのかなっていう風に、歌い手の考えてることも想像しちゃうんですよね。だからね、なおさら感情移入しちゃって、今回はもうちょっとね、泣いてしまいましたね。最後の5はちょっと分析できないかもしれない。今更ですよね。もうこの大野くんの気持ちが 120% っていうか 200% 乗った歌声に対して分析してテクニックを説明するなんて、もう一回聞いてみましょうよ。今回集めた大野くんの歌声の中で一番優しい声ですよね。一番ナチュラルな声っていうか、作られていない声っていうかね、素の大野くんの歌声っていうような感じがします。だからこそものすごく感動してしまうっていう部分あるんじゃないでしょうか。ここもそうですよね。余計なテクニックは使ってないんですよ。今までの大野くんだったらおそらく音量で徐々に盛り上げていくみたいな感じの表現を使っていたと思うんですけど、多分これが本当に大野くんの伝えたい感情と歌なんじゃないでしょうか。手紙を読むかのように淡々と歌い上げていくみたいなね。でもそこにはものすごい感情は込められていて、気持ちたっぷりのメロディーと歌声っていうかね、それが逆に今日聞いた中で一番感動してしまうんですよね。いやー、ものすごい進化。そして最後の5は別次元ですね。ものすごく感動して泣いてしまいました。以上、嵐大野聡歌声進化分析の方はですね、この辺で終わりにしたいと思います。いやー、大変お見苦しい姿を見せてしまって申し訳ございませんでした。めちゃくちゃ感動して泣いちゃいました。いや、本当に素晴らしい歌声ですよね。てかね、デビューから平均4年おきぐらいで楽曲の方をピックアップして大野くんの歌声を聞いていったんですけど、やっぱりね、進化スピードがものすごいですよね。一日どのぐらい練習したんだろうっていう風に思っちゃうぐらい歌声が進化していましたし、でやっぱり嵐の活動の中期から後期にかけての感情表現が一気に別次元に行きましたよね。そして最後の5でしょ、もうね、泣かないわけがない。でも27年間の大野くんの歌声をですね、全てというわけではないですけれども、初期、中期、そして活動休止前で現在の歌声というふうにですね、いろんな時代の大野くんの歌声を知ることができてすごく嬉しかったなっていうふうに思いました。そして次の歌声進化分析動画は誰の歌声について動画公開をするのかですね、楽しみに待っていただけたらなというふうに思います。これからも嵐全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、そしてハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。